ロックスはついに妻と息子の救出に成功し、ゴッドバレー島を離れる。妻はロックスに、ルルシア王国でまた会いましょう、と約束を残し、別れを告げた。その頃、イム様は一人のゴロウ星の体に憑依し、姿を現す。イムはデイビー家のすべての者たちを悪魔へと変え、ロックスに立ち向かわせた。そして、ロックス、白ひげ、カイドウの3人は手を組み、イムとその鬼の軍勢に立ち向かうのだった。ワンピース第1162話の冒頭では、ゴッドバレー島で財宝を探索していたビッグマムは、数々の宝の中からついに最も貴重とされるウオウオの実を見つけ出した。手の中で青く輝くその実を見つめながら、彼女は満足げに微笑む。これでカタクリもさらに強くなれる。彼女は慎重に実を布に包み、カタクリのもとへ持ち帰ろうとしていた。だがその刹那、背後から重く鈍い気配が迫る。その実、俺に渡せ。振り返る間もなく、カイドウの巨大な手が伸び、ビッグマムの手のひらから悪魔の実を奪い取った。カイドウ、何をする気だい？叫ぶ間もなく、カイドウはウオウオの実に牙を立て、勢いよく噛み砕いた。彼の体からは、まるで竜のごとき青い炎が立ち上っていた。新たな力を手に入れたカイドウは咆哮し、地を揺るがすほどの衝撃波を放つ。ビッグマムは激怒の表情で彼に詰め寄った。その実はカタクリのものだよ。裏切り者め。あんたは私に悪魔の実一つの借りがある。必ず返してもらうよ。カイドウはその圧倒的な威圧感に一瞬たじろぎ、汗を流しながら言葉を返す。わかった。次に見つけた悪魔の実を、お前に渡す。必ずだ。ビッグマムは鋭い眼光で彼を睨みつけ、低くつぶやいた。約束を破ったら、その首で償いな。その頃、ゴッドバレー島全体は、もはや地獄のような惨状と化していた。天竜人による人間狩りは混乱の極みに達し、悲鳴と炎が入り乱れ、血と煙が空を覆っていた。その混乱のただ中、ロックス・ D・ ベックは、必死の探索の末に、ついに妻エリスと幼い息子ティーチの姿を見つけ出した。エリス、ティーチ。焦燥と安堵が入り混じった叫びを上げ、ロックスは二人を抱きしめる。しかし、安堵の時は一瞬だけだった。天竜人の護衛たちと海軍兵が次々に押し寄せ、彼らを包囲する。ロックスは咆哮とともに覇王色の覇気を放ち、周囲の兵士たちは一瞬で気絶し、残る者たちも恐怖に震えた。彼はそのまま剣を振るい、結露を切り開きながら海岸へと突き進む。そして、停泊していた海軍の一隻を襲い、わずか数分で乗組員全員を打ち倒してその船を奪い取った。この船で逃げろ。ロックスは荒れ狂う波を背に、妻と息子を船に乗せた。戦場では、エリスが震える声でロックスに語りかけた。ロックス、デイビー家の仲間たちはまだ島に残っているの。あの子たちを置いていけないわ。どうか、助けてあげて。ロックスは一瞬黙り込み、血に濡れた拳を握りしめる。わかっている。だがまずはお前たちを安全な場所へ。エリスは夫の言葉を遮るように首を振り、涙をこらえて微笑んだ。ルルシア王国で待っているわ。あなたなら、きっとみんなを救える。信じているから。その言葉に、ロックスは静かにうなずいた。彼の瞳には、かつての海賊王にも似た強い決意の炎が宿っていた。幼いティーチは父の胸に顔を埋め、おえつを漏らしながら叫んだ。お父さん、行かないで。一緒にいたいよ。ロックスは大きな手でティーチの頭を撫で、低い声で言った。強くなれ、ティーチ。お前の中には、D の意志が流れている。それを忘れるな。やがて、エリスとティーチを乗せた船は静かに海へと滑り出した。ロックスは最後にもう一度線を振り返ると、静かに背を向け、再び燃え盛る戦場、ゴッドバレーへと歩み出した。ロックスは島に取り残されたデイビー一族の仲間たちを救うため、再び戦場へと向かった。
炎と血煙の中を駆け抜け、彼は次々と仲間を鎖から解放していく。天竜人たちが逃げ惑い、命乞いをするも、ロックスの剣は容赦なく振り下ろされた。デイビーの血を狩るだと、ふざけるな。その怒号とともに、スータの天竜人が地に伏した。だが、その前に立ちはだかる影があった。ロックス D.G. ベック。貴様の罪は重い。白銀の鎧をまとい、漆黒の剣を携えた男、神の騎士、フィガーランド・ガーリング。その目には、冷たく歪んだ正義が宿っていた。天竜人を殺した罪、その命で償え。ロックスとガーリングの激しい衝突が始まる。ロックスの拳とガーリングの剣がぶつかり合うたび、大地が裂け、雷鳴が轟く。だが力の差は明白だった。貴様では、俺の怒りは止められん。圧倒的な覇気で押し込むロックスに対し、ガーリングは防戦一方となる。数十号を交えた後、ロックスは明確な優勢をつかんでいた。どうした、神の騎士。その力で世界を守るんじゃなかったのか。あざけるような声とともに、ロックスの黒剣がうなりを上げた。ガーリングの体は宙を舞い、岩壁へ叩きつけられた。だが、すぐにその体が再生を始める。ちぎれた肉がつながり、砕けた骨が元に戻っていく。不死身か。ロックスの眉がわずかに動く。血にまみれたガーリングは不敵に笑った。我は神に選ばれし者。死など存在しない。ロックスは冷たい瞳でその様を見つめた。いや、いいな。お前の魂の匂いが変わってる。悪魔と契約したか。刹那、空気が凍りつく。ロックスは悟った。ガーリングの不死の力は、イム様の影によって与えられた呪いの力だ。ならば、打ち砕く方法は一つ。覇王の剣で、魂ごと断ち切るのみ。見せてやるよ。覇気の極致をな。ロックスの剣が黒く脈打つ。覇王色の覇気が歯を包み、雷鳴が天を裂く。黒雷の本流と共に放たれた斬撃が、一直線にガーリングを貫いた。血しぶきの中、ガーリングは膝をつき、剣を支えながら崩れ落ちた。ロックスはゆっくりと歩み寄る。地獄へ戻れ、偽りの神。歯が静かに持ち上がる、その瞬間、ガーリングが叫んだ。イム様、どうか、この命をお救いください。彼は伝心の術で、天上の玉座にいる存在へ助けを請う。だが、助けはすぐに現れた。雷鳴とともに空が裂け、漆黒の霧が立ち込める。ロックスが顔を上げた瞬間、空からまがまがしい気配が降りてきた。暗闇の中から現れたのは、五老星の一人、ジェイ・ガルシア・サターン星。だが、その姿はもはや人ではなかった。イム様に憑依されたその体は巨大な雲のように変貌し、6つの赤い目が怪しく光る。イムはサターン星の肉体を完全に支配し、その両の手を天に掲げて不気味な術を発動した。ドミ・リバーシス、その名をつぶやいた瞬間、地面から黒い光が吹き出し、空気さえも歪む。ロックスが命がけで救い出したはずのデイビー一族の者たちは、突如として苦しみ出した。胸に刻まれていた黒い紋章が、まるで生き物のようにうごめき始める。それはかつてイムが、万が一の時に備えて刻んでおいた朱印だった。我が意志に従え、ドミ・リバーシ、発動。イムの声が響き渡ると同時に、デイビー一族の体は恐ろしい変化を遂げる。皮膚が黒ずみ、目は真紅に染まり、牙が伸び、背中からはコウモリのような翼が広がる。尻尾が生え、呼吸するたびに黒い瘴気が漏れ出る。それはまさに、悪魔の姿だった。彼らの力は一気に何倍にも膨れ上がり、理性を失ったようにロックスへ襲いかかる。イムは冷笑しながらその光景を見下ろしていた。かつてお前が守ろうとした者たちが、今やお前を食らう。これぞ天の断りだ。ロックスは歯を食いしばりながら、攻撃をかわしつつも反撃できずにいた。やめろ。お前たちは、俺の仲間だろう。叫びながらも、
次々と繰り出される爪撃と黒煙に押されていく。その背後、血を這うような低いうなり声が聞こえた次の瞬間、巨大な影が飛び込み、ロックスの背後に迫る悪魔を豪快に殴り飛ばした。遅れて悪かったな、ロックス。白ひげ、その白いひげが黒煙の中でも鮮やかに揺れる。彼の一撃は悪魔を地面ごと粉砕し、轟音が響く。やれやれ、また面倒なことになってやがるな。そこへ現れたのは、青い鱗に覆われた巨大な竜、カイドウだった。ウオウオのみの力を完全に覚醒させた彼は、雷雲をまといながら空を旋回する。イムとかいうやつをぶっ潰すのは面白そうだな。俺も混ぜろ。雷鳴の中、3人の巨人のような男たちが肩を並べる。ロックスの覇王色がはぜ、白ひげの大槍がうなり、カイドウの龍炎が天を焦がす。対するは、イムが率いる悪魔の軍勢、地鳴りのような方向とともに、両陣営がぶつかり合う瞬間が迫る。最終ページでは、ロックス、白ひげ、そしてカイドウが並び立ち、前方に立ちはだかる敵を睨む。その先には、イムに支配されたサターン星と、無数の悪魔と化したデイビー一族が待ち構えていた。ワンピース史上、最も凄惨な戦いが、今幕を開ける。